ただいま立花旅館さんに昨日の最終地点まで車で送ってもらってます。はい、上うねうねの分岐まで送っていただきました。助かりました。ありがとうございます。おはようございます。セネドラです。今日はここからスタートです。相変わらず天気はいいんですが、午後に大雨が降るっていう予報なのでちょっと心配してます。今はとりあえずこの気持ちのいい道を楽しみながら進んでいこうと思います。日綿って書いてあるけど、ここはまだ日綿峠じゃなくて、下酒場峠ですね。峠自体は大したことないんですが、朝だからか蛇がたくさんいて、数十分の間に4匹ぐらい見かけました。道はとても整備されてて歩きやすいです。この時期でも朝はまだ涼しくてとっても気持ちのいい山歩きができてます。こういうところを歩いてると心が洗われるというか、邪悪なものから解き放たれるというか、普段の生活では決して味わうことのできない不思議な気持ちになれるんですよね。登山もそうですけど、こういうの一度味わっちゃうともうなかなかやめられません。あっという間に下酒場峠の頂上って呼んでいいのかなに到着しました。ここは上うねうねの分岐を右に行った車道の方と合流する地点です。ルートとしてはくねくねした車道の内側をショートカットして登ってきたっていうような感じですね。はい、ここからが久万高原町になります。向こうに見える山を越えると大宝寺です。暑くないうちになるべく進もうと思います。道にね、長さ2メートルぐらいの蛇がいたんですが、ちょっとね撮影に手間取って尻尾しか取ることができませんでした。すんごいでかくてね、結構ね迫力ありました。民家の裏を通る不思議な道を越えると葛城神社があります。ここで休憩するお遍路さんも多いようなんですが、今回の旅でお遍路さんに出会うことがほとんどないのでちょっと寂しいですね。木彫りのモアイ像が出てきました。売ったら高い値段がつきそうな立派なものです。これから山越えになるんですが、ここの交差点に自動販売機があるので、ここで飲み物を補充しておきます。ここを逃すと日綿峠越えまでもうないんですよね。日綿峠まであと 2.3 キロ、大宝寺まで残り6キロです。この先少し行くと峠道になるので、ここで靴を履き替えがてら一休みさせてもらいます。日綿峠まで残り1キロ、大宝寺まで 4.7 キロです。ここからが山道になります。頑張っていきましょう。なんか建物が出てきました。カフェっていう噂もあったんですが、今看板はないですね。代わりに B&B って書いてあります。宿泊施設なんですかね。全婚宿なのかな。遍路道はきちんと整備されててとても歩きやすいです。草も最近刈ってくれたのか思ったよりも生えてないですね。とっても歩きやすいです。この時期は草伸びると大変なことになるんでね、本当に感謝です。何かが見えてきました。あそこに見える祠の右側にある丘がだんじり岩っていうんだそうです。空腹と疲労のあまりお大師様が岩の上で地団駄を踏んだと。でその足跡も残ってるんだっていうことです。これはお大師様がここで地団駄を踏んだって誰かに伝えたんですかね。はい、標高800メートル、日綿峠の頂上にやっと到着です。ここには昭和30年頃まで茶屋もあって人が大勢通ってたんだそうです。ここで一休みしたいとこなんですが、お昼までに今日宿泊する八丁坂さんに着きたいので、このまま進むことにします。頂上まで登っちゃえばあとは下りばっかりなので、気楽に降りてたんですが、下りが思ったよりも急でね、午前中ですでに膝がガクガクになってしまいました。休憩所が見えてきました。ここにはトイレもあるので、使えそうなトイレなのかどうかちょっと見てみようと思います。入り口ちょっとね危なそうな気配もありますが、
ちゃんと手洗いもあるし、思ったよりも綺麗ですね。これは使えそうです。実はここで今回の変路1のすっ転びをしちゃったんですよ。怪我はなかったんですけど、代わりに光合勢の持ち手のところが折れちゃってね、お大師様に守ってもらったんでしょうね、きっと。本当にね、お大師様っているんだなーって思いましたね。ありがとうございました。熊高原の町が見えてきました。だいぶ降りてきましたね。まあ高原なので思ったよりも暑くなくて歩きやすいです。今10時過ぎなんですけども、空の雲が思ったよりもやばいんですよ。もうね、すんごい雨が降りそうな予感です。熊高原の商店街は一見もうひっそりしてやってないような雰囲気もあるんですが、実は結構いろいろと再生プロジェクトみたいのがあるみたいで、リノベーションされてたり、面白いお店ができてたり、あとテレビの撮影ですかね、そういうのもやってました。若い人もちょこちょこ見かけたので、これからどういう商店街になるのか楽しみですね。はい、大宝寺の山門を通過します。だいぶ近づいてきました。参道が出てきました。あと一登りしたら大宝寺に到着です。44番札所、大宝寺です。とっても大きくて迫力のある仁王門です。門に入りきらないほどの大きさの草履がありました。これは100年に1回取り替えられるんだそうです。参道入ったあたりから明らかに空気が変わりました。ピーンと張ってる感じですね。この厳かな雰囲気がたまりません。それでは階段を上って本堂に行ってみます。大宝寺には鐘楼が2つあって、1つはもともとあった古いものなんですが、もう1つが第二次世界大戦で亡くなった地元の英霊を供養するために建てられた平和の鐘というんだそうです。私たちはもともとあった古い方をつかせていただいて、本堂と大師堂を参拝します。農協所で農協員をいただいた後、トイレに寄ったんですが、ここのトイレがね、すごく綺麗で、小便器も綺麗なんですけどもね、これまさかのウォシュレットなんですね。これは素晴らしいです。はい、それでは参拝が終わったので45番岩屋寺に向かいます。来た道を戻らずにこのまま山の奥の方に進みます。遠野御堂っていう峠を越えるんですが、今日宿泊する八丁坂さんによって昼飯食ったりザック預けたりしたいので、まずは宿の方に向かいます。元気を出してください。なんで今疲れて元気がないことがわかるのかね。もうすごいですね。もう超能力です。遠野御堂の頂上です。ちょっと休憩したいとこではあるんですが、この時点でもうお昼12時になってて、時間がかなりやばいので、休まずに降ります。トンネルが見えてきました。まだ午前中なんですけど、もうヘッドヘッドです。疲れました。休憩用のベンチもありますが、もうお腹減っちゃったので、ここもパスしてさっさと進みます。途中何箇所か遍路道を逃しちゃってずっと県道を歩いてきたんですが、ここをクイックに右に曲がって降りていきます。河合の集落です。この辺りは1900年頃遍路宿で栄えて、一晩に300人とか泊まってたらしいんですよ。ここに荷物を置いて岩屋寺の内戻りで使ったりとか、大層なにぎわいだったそうです。だいぶ遅くなっちゃいましたが、八丁坂さんに到着です。無料のロッカーに荷物を預けます。ここはね、宿泊客以外でも預けられるみたいです。はい、無理を言って、ランチを作ってもらいました。とってもね、美味しかったです。
荷物も預けてお昼も食べて、もうコンディションバッチリで、岩屋寺に向かいます。もうすぐ雨が降ってくると思われるので、天候に注意しながら進みます。ここで大変なことに気づいたんですが、八丁坂さんに金剛杖を置いてきちゃいました。取りに戻る時間もないので仕方なく近くの木拾ってね、その棒で蜘蛛の巣を払いながら進んだんですけど、後ろから見てると森のクマさんが指揮をしながら進んでるみたいな感じで、とってもね面白かったです。ここを右に上がると八丁坂を通って岩屋寺の裏から入ってくいわゆる遍路道になるんですが、もう間もなく大雨が降ってくるはずなので、残念ですが遍路道を諦めて県道12号を目指します。雨が降ってこないことをひたすら祈りながら歩きます。はい、県道12号に出ました。こっちからだと1キロぐらい遠回りになるんですが仕方ありません。古岩屋が見えてきました。約2000万年前の地層というとんでもない古さで、表面に無数の穴が開いていることから古岩屋って呼ばれるんだそうです。岩屋寺まであと4キロです。雨も心配ですが、行って戻って宿に何時に着くのか、それも心配になってきました。これ6時過ぎちゃう可能性ありますね。やばそうな雲が迫ってきました。もうさすがに逃げることはできなさそうです。はい、岩屋寺のふもとに到着しました。噂によるとこっからの登りがえげつないようなんですけども、仕方ないので黙々と進むことにします。ここが有名な岩屋寺のお土産屋さんですね。いろんなお店が並んでます。まだまだこれからじゃ。岩屋の坂と人生は。お遍路するようになってからこういう格言をよく目にするようになりました。今まではスナックのトイレぐらいでしか見たことなかったんですけどね。45番札所岩屋寺です。やっと山門にたどり着きましたが、まだまだ登りは続きます。車とかバイク、バスとかでお遍路してる人たちはここのお寺苦しいでしょうね。やっと上まで上がってきました。こっちが農協所で、左側が長老ですね。とりあえず飲み物買って一度休憩します。本堂はこじんまりしてますが、実はこれ後ろの山も含めて本堂っていう考え方なんだそうです。またこの後ろの山というか岩に登る階段があって、これ映像で見るよりね急なんですよ。もう直角に近いぐらいの角度に見えます。私極度の高所恐怖症なんですが、もうせっかく来たんだからね、もう勇気出して登ってみました。この岩窟は法華仙人堂跡っていうみたいです。岩の壁がキラキラしてるのは全部1円玉ですね。無数の穴の中に、みんなが1円玉を埋め込んでるみたいです。上から見るとこんな角度なんですよね。うちの妻はね結局上がってこれませんでした。裏側にある仁王門です。本来遍路道で来るとこっちから入ってくるんですよね。裏門というかこっちが本当の門で、さっき通ってきた方が新しくできた門っていう感じになるんだと思います。お遍路さんが一番印象に残るお寺が岩屋寺だって聞いたことあるんですが、それがねよくわかります。今回できなかったせり割り禅城とかまだまだ見たいところがたっぷりあるので、岩屋寺は今度単体で来てみたいですね。古岩屋荘です。今回本当はこっちに泊まりたかったんですけどやってなくてね、残念でした。今度来た時には古岩屋荘に泊まってみたいと思います。そういえば結局雨降んなかったですね。こんなんだったら遍路道行けたのにね、残念です。なんとか6時前に宿に戻ってくることができました。
いやー疲れました。早く風呂入りたいです。癒しの宿八丁坂さんです。クレジットカードとペイペイが使えるみたいです。色紙がたくさん飾ってありますが、旅チャンネルの高山さんのがなかったんで、ここには泊まらなかったんですね。今晩のお部屋は1階の山吹の間です。ここはバリアフリールームって言ってましたね。入り口はかなり広いです。バリアフリールームなのでトイレも広いです。もちろんウォシュレットですね。ベッドルームは逆に狭いですね。もう必要最小限っていう広さ。クローゼットは標準的な広さでしょうか。ただ部屋はね、全体的にすごく清潔で、とても快適です。はい、お風呂です。お風呂は何箇所かにあるようですね。今日は男性は浴室中っていうところになってるようです。今誰も客がいないようなので、ちょっと中を見せてもらいました。湯船は家族風呂サイズですね。そこに洗い場が4個ついてました。はい、裏の方に行くと洗濯場があるんですが、洗濯機4機に乾燥機4機。これね、全部タダでした。ここのお宿は外から見るよりも広いようなので、これぐらいの台数が必要なんでしょうね。実際部屋がね、多いんですよ。これ2階もあってね、相当人が入るんだと思います。それではお待ちかねの夕食です。食事の開始時間をずらすことで密にならないように配慮しているようです。特に豪勢なものはなかったんですが、とても工夫されてて美味しい夕食でした。おはようございます。朝食です。朝食の一発目は6時半からだったんですよね。遍路宿にしてはちょっと遅いかもしれないですね。朝食も手間をかけているのがわかるとても美味しい料理でした。ごちそうさまです。今回もご覧いただいてありがとうございました。さすがに11時間はきついですね。次回は47番八坂島で行こうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。